平安末期から鎌倉初期の乱世に西行という男がいた。西行は藤原鎌足を先祖に持つ武士の血筋に生まれ落ちた。幾分裕福な育ちで文武両道で容姿端麗、流鏑馬蹴鞠歌と多彩な才能に名を馳せ、院直属の精鋭部隊北面の武士にも選ばれた。しかし何をもってか彼は突如官位を捨てて出家してしまった。これには諸説ある。それはさておき、西行には娘がいた。父西行が出家した後、母もほどなく出家してしまったがために、西行の娘は養母の冷泉殿に育てられ、そして目のわらわとして仕える身となっていた。そんな時、西行は娘と再会を果たすのであった。西行から言い渡された言葉はなんと出家しろとの命令であった。しかし娘は淡々と話した。わかりました。そうと決まれば日取りをお決めください。それがどこであろうと私は参りますので、そちらでまたお会いしましょう。西行はこの娘の返答に驚いた。本音を退け、当時の美徳を考慮した上で理性をもってすぐに父の命令を受け入れるとは並大抵の人間の精神ではない。その若さで信じられないような実に立派な精神を持っているな。西行はこの娘の成長した様に心の底から喜んで、日時と場所の約束を一方的に決めて帰っていった。この西行による娘の出家について、娘は誰にも告げることはなかった。そのまま約束の日の前日を迎えた。西行の娘はここ数日ろくに眠れた試しがなかった。早くその時が来ないものか。腹が決まってしまった娘にとって、誰にも知られず密かに出家するその日が来るまでは死刑執行を待つ囚人の心境であった。娘はことあるごとに良心の呵責に苛まれた。このまま死んでしまえたらどんなに幸せなことか。彼女は出家前に死ぬことを強く願った。しかし叶うはずもなかった。平凡な昼下がりであった。西行の娘は突然髪を洗いたいと言い始めた。これを聞いた育て親の冷泉殿は首をかしげた。単純に妙だと思った。しかしいろいろと詮索したが、特に思い当たるものもなく、思い過ごしかと気にかけないことにした。成長したとはいえ、年頃の娘がダダをこねたり妙なことを言い出したりするのは、数多くの母親たちが目の当たりにしている光景である。冷泉殿も一人の母として、変わった子と思いながらも、そこまで深刻に考えることはなかった。最近洗ったばかりだというのに。おかしな子ね。結局冷泉殿はため息をつきながらも、物詣の前に身を清めておきたいということなのだろうと思って、娘に髪を洗うことを許可した。急いで乳母のもとへ行かねばならない用事がございます。冷泉殿は娘の話を聞き、すぐに牛車の手配をした。その際、冷泉殿は一応尋ねた。どのような理由なんですか？
私にもわかりませんが、乳母が早く来いというのです。娘に変な様子は一切なかった。まっすぐ娘はレーゼー殿を見つめていた。だが、牛車の用意が整い、出発しようという時に、娘は牛車に乗る寸前で、しばし待てと言って、レーゼー殿の前へ帰ってきた。あれあれ、どうしましたの？レーゼー殿はそう言ったが、娘は答えない。無表情であるが、それは大層凛々しい顔で、レーゼー殿も思わず彼女の顔に目を奪われた。娘の瞳は透き通って奥まできれいに見えた。その黒く輝く瞳にレーゼー殿は自分がしっかりと映っているのを確認した。相変わらず娘は無表情であった。妙ではあった。ただ娘はレーゼー殿をひたすら見つめる。気が済んだのか、娘は振り返って牛車に戻っていった。レーゼー殿は変な子と思いながらも、それが自分の後の人生、一生涯の悔いになる一瞬になろうとは夢にも思わなかった。牛車はゆっくりゆったりと進み始めた。待てども、いついなくなるのだろうかと思うほど近くにいた。だが、いつの間にかそこから消えていた。レーゼー殿は娘を乗せた牛車が行って少ししてからようやく妙だと気にかかり始めた。娘が一向に帰ってこない。あまりに長く帰ってこないので、レーゼー殿はしびれを切らしてその乳母のもとを訪ねてみることにした。だが娘の方は、乳母の代わりに書いてくれと言われた手紙がまだ仕上がらないだとか、せっかく久しぶりに乳母と会えたのでもう少し時間をくださいだのと言い訳して紛らわせていた。とはいえ言い訳などそう長く保てるものではない。その日、レーゼー殿は人知れず部屋にこもって両手を合わせていた。誰にも気づかれないように目に見えない仏像に自分が抱く不安が現実のものとならないように祈り、また娘が戻ってくるか否かを仏に問うのであった。もちろん仏は何も答えない。すると仕えている者が話しているのが聞こえてきた。知っておられるか。娘様はどうも出家なされたそうだ。え？それは本当ですか？なんだ、知らなかったのか。もう結構知れた噂となっているのに。もちろんレーゼー殿を除いてだが。それを聞いたレーゼー殿は心臓をあやかしか何かにつかまれるような感覚を味わった。一瞬であるがレーゼー殿の時間は停止した。それはすべての音、森羅万象の動き、光さえも届かない生命の域を超えた世界であった。これにてレーゼー殿は娘が出家したことを知ることとなった。なぜそんなに薄情なのか。もののふという血のせいか。彼女は怒りと悲しみの間にいた。そう言った上でレーゼー殿は記憶をたどった。思い出せば娘は甘えん坊でいつも誰かのそばにくっついていた。大層可愛らしい子で
レーゼー殿は娘との日々のことを思い出すと思わずうっとりした。またレーゼー殿の頭の中では狂ったかのように何度も娘と別れた最後の瞬間が再現された。レーゼー殿は外の庭を眺めた。そこで彼女は悟った。そこに咲く花もまた葉が移ろいゆく木々も定められし自然環境の法則には抗えない。レーゼー殿は何を思ったか筆を取り紙に黒い文字を刻んでいく。娘がどうであれこれだけは貫いてほしいと願うことを文にしてみた。それが届かないものと知りながら振り返れば悲しみの重力に飲み込まれる。もうお前は振り返ることはできない。ならば自分の信ずることを極めよとせめて精一杯。ここまで書いてレーゼー殿は戸の奥の方へこの文を隠した。せめて仏が自分の思いを娘に届けてくれるようにと祈りながら。